こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず、オンチェーン関連から見ていきますと、米政府のアドレスから2000万ドル相当の不正流出が観測されています。ビットコインは抜かれてないんですが、イーサが44万ドル、USDT が112万ドル、USDC が545万ドル、AUSDC が1370万ドルと、他のアドレスへ送金されています。送金先のアドレスはもうバイナンスなどに送ってまして売却してるようですね。で、現在市場にはあまり影響してないみたいですけども、万が一ですね、その米政府が保有してる20万 BTC が流通した場合ですね、市場に大きなショックが起こると思いますんで、こちらの今後の動向にも注目ですね。あとは 1000BTC 以上保有しているクジラの数が2021年を超えた水準でキープしているのも注目されています。数としては1678アドレスとなっています。で、これは以前もこの水準に到達した時点で取り上げたと思いますけども、未だに高水準を保って更新していることで、今回また各所で取り上げられているという感じですね。大口の動向は価格に反映されやすいんで、ここからさらに上へ向かえるのか注目ですね。あと昨日の米国の ETF のフローは現時点では全体でプラス0.22億ドルの純流入となっています。ただ先ほどブラックロックにプラス1.6億ドルの流入があるという情報が流れたんで、全体ではプラス1.8億ドルの純流入となりそうですね。あと他では米国のスポットビットコイン ETF 全体のビットコインの保有額が100万 BTC に近づいているのも一部で注目されています。イーサー、ブラックロックを除いて全ファンドゼロ、香港もビットコインイーサともにゼロとなっています。ビットコインの価格は現在67,900ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米新規失業保険申請件数、米 PMI10 月の速報値、米新築住宅販売件数9月などがありました。米新規失業保険の継続受給者が増加してはいるんですけども、PMI 新築住宅販売件数は予想以上の結果となってまして、米景気先行指数としては上向く要因になったんじゃないかなと思います。各指標発表時はですね、どれも上下に振ってるんですけども、米株各指数は一旦調整しつつも、その後反発して若干上向きで平常してます。ビットコインも同じような動きになってまして、今朝では一時68,800ドル台を突破してますね。あと他ではイスラエル、ガザの停戦交渉なども話題になってまして、こちらもリスクオンに傾く要因になるのかなと思います。米国債は 4.196 を推移しておりまして、ナスダックが2232、S&P500 が5822、ダウ平均が42,374、キンゴールドが2733ドル、日経平均が37,885円、ドル円が151.89円となっています。ビットコインの先物の方では、OI は全体でちょうどプラマイゼロあたり、額としては392億ドル相当、比率としては全体ではショートが 54.6%、バイナンスミはショートが 54.9% と下寄りになっています。今後の指標としては、本日10月25日に米耐久財受注9月の速報値、米ミシガン大学消費者信頼感指数10月の確報値、10月27日にドイツの小売売上高、10月28日にメキシコの貿易収支などが控えております。で、他アナリストらの見解ではですね、11月以降のオプションのコールが7万ドルから8万ドルに集中していることから、米選挙後も市場は強気であるとか、このオプションの動向から米選挙当日にはですね、英定値付近の7万3000ドルを突破するんじゃないかとか、あとは金とビットコインの相関についてですね、過去の推移を見ると、金の上昇が一息ついてからビットコインが上昇するという傾向があるんで、ビットコインが上昇するには金が少し落ち着く必要があると。最近金が高騰してますから、その後にビットコインがついてくるんじゃないかという見解が注目されてますね。で、市場全体で見たら、重要指標の米 PMI も終えてですね、指標も本日の米指標を終えたら一息つきますし、まだガザの停戦交渉などですね、短期的にはリスクオンに傾く要因が増えてきた印象があります。で、またこれから取り上げる仮想通貨市場単体のファンドもですね、上向く要因と思われるものがあるんで、この時点で6万8000突破してるとなると、もしかしたら来週までに7万ドル到達もあるかもしれないですけど、オンチェーンの方では先ほどの米政府のアドレスの流出など不穏な空気が漂ってますね。で、チャートだけ見たら時間足、週足ともにですね、強い形になっている印象があります。で、本日の注目指標としては、米耐久財受注が21時半、米ミシガン大学消費者信頼感指数が23時となっています。事前予想では、米耐久財受注が前回の 0.0% から予想ではマイナス 1.0% と若干下回る予想となってまして、
この方向性通りであれば下向く要因になりますけども、ただ連日の指標警戒からの解放の方が強くなるんじゃないかなと個人的には思いますね。本日21時半、23時あたりにですね、どのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2520ドル、BTC 建ては0.0371と、先物の方では、OI は全体でマイナス 2.3%、額としては129億ドル相当、比率としては全体ではショートが 54.4%、バイナスミはロングが 76.2% と下寄りになっています。昨日から変化なく、BTC 建ても下へ向かっております。各方面からもですね、イーサが相対的に弱いというのがピックアップされてきた印象ありますね。で、ドル建てチャート的に見ても、ビットコインが抵抗を超えているのに対して、イーサは抵抗を超えられず、そこを維持する展開となっています。で、他のあると同様にですね、後追いする展開を予想する人もいるかもしれないですけども、イーサに関しては ETF ファンドも終わってて、内情としても明るいものがないんで、他のあると比べると上向く要因が足りないのかなと個人的には思いますね。チャート的には BTC 建てで 0.035 あたりで反発できるかどうか、ドル建てでは2800を超えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとここからその他の動向になります。マイクロソフトの12月の株主総会の議決事項にビットコインへの投資に関する評価という項目が入っていることが話題になっています。で、これ取り上げるところによってはマイクロソフトがビットコインへの投資を検討しているというふうにかなり前向きな報道がされてるんですけども、ただ提出されている書類を見るとですね、取締役会はこの提案に反対票を投じることを推奨するという文言がもう入ってまして、今のところは承認される可能性が低いと見られています。ただね、マイクロソフトって昔から仮想通貨業界のプロジェクトとの提携が頻繁にされてましたから、ワンチャンある可能性もありますね。万が一この提案が通ったとしたらですね、また大きなニュースになると思いますんで、マイクロソフトの動向に引き続き注目ですね。あと他では北米証券監督者協会 NASAA がデジタル資産関連の調査が急増していることを報告したことや、デンマークで仮想通貨の含み益に対して課税する法案が提出される予定であること、あとは昨日取り上げたマイケル・セイラーが以前の主張から一転して暗号資産の自己管理を推奨したことなどが話題になっています。NASAA の調査急増に関しては、最近の仮想通貨業界を含むですね、詐欺の横行から2022年と比べてかなり調査が多くなっていると。ステーキングという項目だけで144件となってまして、ネズミ講、マルチというですね、従来のくくりと同じくらいの件数になっています。あとデンマークの課税法案に関しては、売却の有無に関係なく含み益に対して課税される法案になってまして、パーセンテージも 42% くらいになるんじゃないかと。実装されたらですね、そのデンマークからの仮想通貨の需要はほぼなくなるんじゃないかということで、若干警戒されています。あとはマイケル・セイラーですね。以前まではブラックロックなどの規制機関を通してビットコインを保有すべきであると主張してましたけども、海外からの批判を受けてかですね、今回 X の方に私は意思と能力のある人の自己管理、そして世界中の個人と機関が管理と管理人の形態を選択する自由を支持しますと、ビットコインはあらゆる種類の団体によるあらゆる形態の投資から利益を得ており、全ての人を歓迎すべきですと投稿しています。マイケル・セイラー問題はもうこれで終わりそうですね。あとアルト関連ではクラーケンの独自 L2 インクの立ち上げが近くなっていることが話題になっています。インクは OP スタックで構築されたイーサ L2 で今年中にテストネットリリース予定、来年第1四半期にメインネットリリース予定となっています。トークンは今のところ発行する予定なしとなってますね。こちらも現在好調のベースを追ってのリリースとなりますけども、このインクにも需要が生まれるのか注目ですね。あとその他資金調達関連では AI 決済インフラのスカイファイアが調達総額950万ドルに到達したこと、暗号通貨マーケットプレイスストックアワーが798万ドル調達、健康アプリ系のムーンウォークフィットネスが340万ドル調達、AI 分析プラットフォームファイアコインが120万ドル調達、グノシス DAO が4000万ドル規模のベンチャーファンド立ち上げを発表しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。